エンジンがベタ塗りされてる。バテまで盛られてる。穴開いてないよね。エアブラシの頭がつっかいて入らへん。皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日は CBX の美化プロジェクトをお届けします。でどこをきれいにするかというと、こちらのエンジンです。新車のようにしたくてタンクをヌメヌメにしたり、スターターカバーの磨き込みを行いましたが、エンジンは塗装が剥がれ、色もくすみ、とても残念な状態です。今日はエンジンを塗装しますが、悩ましいのが何で塗装をするかというのが少し悩ましいんです。エンジンなので普通は耐熱塗料で塗るのが普通だと思います。これが耐熱塗料です。ホンダは耐熱塗料を市販していますので、それで塗るのが一番いいのかなと思うんですが、耐油性が低いんです。ガソリンをこぼしてしまうと、せっかくきれいに塗った塗料がですね流れてしまうので、そうなると非常に辛い。なので今日は思い切って2液ウレタン塗料で塗ろうと思います。で使用するのがこのエアブラシです。これエアブラシは非常に粒子の小さい塗料で塗れるので、こういった狭い範囲きれいに塗れると思うんです。心配されるのが耐熱性です。腰上だと多分2液ウレタンは持たないと思うんですけれども、若干温度が低い腰下なら多分大丈夫なんじゃないかなと思います。でそれに通常の塗料に比べてウレタンの方が耐熱性が少し高いんです。でそういうのもあって大丈夫じゃないんかなと思います。で過去にエンジン塗ったことあるんですけども、モンキーとかその程度の50cc とか 70cc のエンジンだと腰下大丈夫なんですよ。中型のエンジンですね、これ550ですけども、こういったものを塗っても大丈夫かどうかっていうのはちょっと心配なところあるんですけども、今回思い切って2液ウレタンで挑戦したいと思います。今日今晴れてるんですけども、この後天気予報で雨が来ます。なので作業はガレージの中で行います。若干画面が暗くなるんですけども、そこはご了承ください。どのような仕上がりになるのか楽しみに最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。このエンジンは過去に塗装されてたようです。塗装の痕跡がこれです。元色の黒とは少し違う色で塗られています。なぜか配線まで塗装しています。まず配線に塗られた塗装をシンナーで落としてみます。これが落ちなかったら最悪。その後でワイヤーを外して後塗りされた塗装を剥がします。エンジンを下ろした方がきれいに塗装できますが、4気筒は重すぎて私には無理。乗せたままでどこまできれいにできるか頑張ります。ペイント薄め液で後から塗られた塗料が落とせるか試します。ダメです。表面の汚れは落ちますが塗装は落とせません。ウレタン塗料用のシンナーでこすってみます。これで落とせないとまずい展開になります。このシンナーだと後から塗った塗料が落ちます。配線をこするとみるみるきれいになります。よかったです。作業の邪魔になるブレーキペダルを外します。最強潤滑剤ガスペネをスプレーします。クラッチワイヤーを外します。
配線の固定金具も外します。ボルトはなくさないよう仮止めします。ここからはシンナーでひたすら洗浄します。手の入りづらいところは歯ブラシを使います。エンジンの前面はびっくりするほど厚塗りされていて、ウエスが真っ黒になります。一部分を落とすだけでかなりの時間を要しました。取り掛かった以上途中でやめるわけにはいきません。終わらないんじゃないかと思われた前面の塗装落としが終わりました。タンクを磨いた時もスターターカバーを磨いた時も終わらない仕事はありません。ただ次の仕事が待っているだけ。ご覧いただきます。後塗り塗装を落とすと元の塗装もだいぶ剥がれています。なので後塗りをしたようです。少し想定外のことが起こりました。側面の塗装を剥がしてたんですけども、側面の元の塗装にクラックがあります。でこのクラックを削り取らないと絶対次塗装した時に表面に出てきてしまうんです。で本当は使いたくないんですけども、今からリムーバーを使って元の塗装を落とそうと思います。心配ではありますが一番目立つところなので、ここは綺麗な塗装にしたいのでリムーバーで塗装を落としてみます。トラブル発生です。スプレーが出ません。何年も使っていなかったリムーバーが詰まってうまくスプレーできません。なんとかスプレーしていますが、スプレーの絶対量が足りません。仕方ないのでこの状態でスクレーパーで塗装を落としてみます。案の定まだらになりました。いいことを思いつきました。スプレー缶に穴を開けて中のリムーバーを取り出し刷毛塗りします。やっとクラッチカバーの剥離が終了しました。ところがまたもや問題発生です。パテがデコボコに盛られています。上手とは言えないパテ盛りです。これで作業が一つ増えました。このままの状態で塗装してもきれいにならないので、表面をサンドペーパーで削ります。320番です。奥は指が入りづらく力が入らないので大変です。320番の研磨が終了しました。剥がれやすい元の塗装は落とせたと思います。次はクラッチカバーを磨きます。320番の研磨が終わりました。次は600番で研磨します。600番の研磨が終了しました。次は800番です。800番の研磨が終了しました。次はパテを持ってデコボコのパテ盛りを修正します。320番で削ります。
2回目盛ります。2回目400番で削ります。3回目盛ります。3回目は600番で削ります。パテ盛りが終了しました。久しぶりに晴れました。今日塗装ができるよう昨晩頑張って養生しました。シリコンオフで入念に脱脂します。塗料を調合します。詰まりやすいエアブラシで二液ウレタン塗料をスプレーするために、通常塗料とシンナーの割合は100対60くらいですが、今回は100対100にします。シャバシャバの塗料が出来上がります。硬化剤は塗料の 10% です。待ちに待った塗装ですと思ったら、またもトラブル発生です。エアブラシがつっかえて奥まで届きません。こればっかりはどうしようもないので、遠くから重ね塗りをして塗装を厚くしていきます。エンジンの塗装が終わりました。途中多少のトラブルもありましたが、仕上がりには満足しています。おいおい、腰下を半分塗っただけやないかと思ったあなた、その通り。でも次回反対側は塗りません。エンジンがきれいになった反面、周りの汚さが目立つようになったので、エアークリーナーボックスとインシュレーターのつなぎ目、これをきれいにします。どこまできれいになるか気になったあなた、これはチャンネル登録して次を見ないわけにはいきません。チャンネル登録と高評価がモチベーションになります。またメンタル弱めなので温かいコメントもお待ちしています。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。